唇は実は丸めるか丸めないかの2種類ではなく、実際には6種類の唇の動きができることを考慮しないと、全員が納得する答えは出ないんです。Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。以前日本音韻論学会で理事をしていた身として、日本語音声学音韻論をさらに面白く盛り上げていきたいと思います。これから日本語のうの母音に関して議論していきたいと思います。日本語のうは音声学では非延伸、唇を丸めないっていうのが定説になってます。でも、うって唇丸めるじゃないかっていうふうに思ってる人もいるわけです。じゃあ一体唇を丸めるのか丸めないのかっていうのもこれから何回かにわたって議論していきたいと思います。まずは結論を出す前にバックグラウンドを固めて言葉の定義をしっかりしたいと思います。というのも定義がちゃんとしてないと同じものを人によって延伸って言ったり非延伸って言ったりしちゃうんですよ。いやまさかと思うかもしれないですけど本当なんですよ。それはどういうことかっていうのはこの動画の最後の方でまた説明します。それでまず大事なのは延伸非延伸丸める丸めないの2択だと足りないんですよ。実際スウェーデン語とかノルウェー語だと丸めるのに2種類あってプラス丸めないのもあって合計で3種類区別するんです。丸めるのに2種類プラス丸めない合計3種類で、もっと面白いのが中国のヌンタン語っていう言葉では丸めないのに2種類丸めるのに2種類合計4種類の動きがあるんです。実際うちのレモンスクールのヌンタン語のネイティブスピーカーの唇の動きを見てみましょう。ずーずこの4種類全部違う母音音素です。全部違う単語です。4種類だと複雑ですけど、もっと有名なのは丸めるか丸めないかの2種類の区別です。これは中国語とか韓国語とかフランス語とかドイツ語とか割と身近な言語にあるので、もっととっつきやすいかもしれないですね。例えば中国語の口を丸める丸めないの区別を見てみましょう。それで延伸性、唇の動きに関しては本当は6種類の唇の動きができます。これは2019年に広島大学の山根先生と僕が一緒に書いた論文に書いてあるんですけれども、6種類の動き、実は簡単なので皆さんも一緒にやってみましょう。6種類っていうのはどういうことかっていうと、横の動きが3段階、縦の動きが2段階、3×2 で6種類っていうことです。横の動きは唇の端っこの口角を積極的に横にこう広げるうーっていう動きと、あとニュートラル、左右には何もしないニュートラルなうー、それから口角を積極的に狭めるうー、こういう動き。こうやって口角を狭めると唇は勝手に突き出しますからね。だからうーうーうー、この3種類があります。口を丸めるときに口角の筋肉をメインで使っているのが唇の筋肉なのかは僕はちょっとわからないので、その説明はガチガチの超音音声学のスペシャリストにお任せするとします。でも口角を広げるかそのままか狭めるかと考えると単純でわかりやすいということです。例えば英語のテンスの E、フォニックスでいうロング E は口角を E って積極的に横に開きますよね。E。逆にラックスの A はフォニックスでいうショート I は口角は積極的に動かさないです。ニュートラルですね。だから E、っていう感じです。英語のこのテンスラックスの区別は、このロング E とショート I の区別は、音韻的にはこういう解釈もあるので、この J の記号は邪行じゃなくて野行の子音です。edge じゃなくて E っていう二重母音です。だから唇の動きの弁別じゃなくて、単にこの記号のヨットっていうんですけど、このヨットがあるかどうかかもしれませんけどね。次に、あくまで狭母音の場合ですけど、唇の距離に2段階あります。縦の動きは、唇を狭めるか狭めないか。うーってこうスペースが空いてるか、うーって摩擦を感じるぐらいまでこう狭めるかです。うー、うー、みたいに。うー、うー。これにさっきの3種類の横の動きを加えると、うー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 っていう6種類の動きができます。皆さんもやってみましょう。これら6種類を単語を区別するために使っているかどうか、つまり音素の弁別に必要かどうかは別として、6種類の動きが可能だということがポイントです。さっきの6種類の中で日本語のうがどれに当たるのかちょっと考えてみてください。それではこの6種類を踏まえて、さっきのヌンタン語の4種類の母音をもう一回見てみましょつつつず
実を言うと最初の2つは口の開き具合も違うので、純粋に唇の動きだけで4つを区別してるわけじゃないんですけど、すごく参考にはなると思います。この4つの中で、どれが一番日本語のうに近いかっていうのを考えてみてください。今回はまだ答えを言わないので、次回ぜひまた見てください。ちなみになんで子音をつけないで母音だけで4つ比べてくれないのかっていうと、音素配列の制約、つまり音の組み合わせ的に不可能なものがあって、母音だけだと4つ違う単語っていうのが作れないんですよね。だから子音をつけました。とにかくこの4種類でどれが一番日本語のうに近いのかっていうのをちょっと考えてみてください。ちなみにもしこの6種類の動きを遠心か非遠心か丸めるか丸めないかの2択にしてしまった場合、例えばこれは誰が見ても非遠心丸めてないですよね。そしてこれは誰が見ても遠心丸めてますよね。この2つは誰が見ても同じ意見だと思うんですよ。でも残りの4つはどこからが遠心っていう基準を決めないと微妙なものもあるので、人によって解釈が違うんですよ。だから人によって言うことが変わっちゃうんです。そういうのも今後お話ししていきたいと思います。If you have only two choices, rounded and unrounded, you may end up at an impasse. It's important to think about 6 different lip gestures. In fact, some languages use 3 or 4 different gestures to contrast vowels. If we consider 6 different gestures, then I'm sure we can find an answer that makes everyone happy. この動画がちょっとでも面白いと思っていただいた方は、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。